今日も葉巻をぶち決めていきましょう。今回は葉巻の管理について前回の続き、実践編とその補足です。葉巻の管理は16から18度、相対湿度65から 70% という話をしました。これについての理由です。まず、20度以上の環境だと、シバンムシという葉巻を食べる虫が繁殖しやすくなります。この虫は自然環境下でどこにでもいて、家の中にも侵入してきます。何種類かいますが、乾燥食品や穀物を好む虫です。畳や木も食い破り、葉巻にも穴を開けます。葉巻の中にこの虫の卵が入っている場合があるんですが、20度以上だと孵化しやすくなるんですね。輸入されている葉巻は強く冷凍処理されているのであまり発生しませんが、穴の開いている葉巻があったら早めに捨ててしまいましょう。葉巻を保管する際に、このように箱ごとジップロックに入れるのが他の箱に移動させないために有効です。ちなみに虫というのはグルメなやつで、美味しい野菜しか食べないのと同じように葉巻も美味しいやつしか食べないです。穴の開いてる葉巻は虫が選ぶほど美味しいので、見つけたら捨てみてください。驚きますよ。そして16度から18度、65から 70% というのは葉巻の原料となるタバコ葉を熟成させる微生物に良い環境だとされています。エルムンド・デル・ハバノにもありますが、エスカパラテと呼ばれるコンディショニングルームで葉巻を休ませる工程は16度から18度の環境で行われます。葉巻の管理はエイジングに直結します。エイジングについて軽く触れておきましょう。葉巻では熟成を指します。エイジングした葉巻はエイジドとかヴィンテージとかいろいろな呼ばれ方をしますが、葉巻は長く時間を置いておくと熟成して味が良くなるなどという話を聞いたことがあるかもしれません。ニコチンなど葉巻に含まれる成分が加水分解などの化学変化により芳香成分へと変化するからくりがその正体です。葉巻は化学です。原料のタバコ葉を発酵させる微生物の働きも空気や水分、温度によって促進操作されます。抜栓したボトルが瓶内変化を起こすように、完成した葉巻もまた変化していくわけです。もちろん適正な環境の管理下でないと、そのような変化はうまいこといきません。しかし、ヒュミドールや防湿庫やエアコンやウォークインヒュミドールまでいかなくとも、手軽に葉巻を管理できる方法があれば、と考えるものです。そういう時はクーラーボックスを使います。釣りで使うあれです。クーラーボックスをヒュミドールとして使う手法はかなりポピュラーで、クーラーボックスメーカーイグルーの名前から通常イグルードールと呼ばれます。まず、クーラーボックスは内部の温度を保つため、室温の影響を小さく抑えることができます。そして密閉性、ヒュミドールに必要な条件を満たしています。開閉した時の内部の温度湿度の急激な変化を和らげるため、大きめのものがいいでしょう。ジップロックに箱ごと入れた葉巻をその中に入れ、その上に湿度を保つために調湿器を置いてあります。これはヒュミビーズと精製水の組み合わせが最適です。ヒュミビーズとかヒュミディティビーズとかいろんな名前でメーカーから販売されていますが、大体海外製です。ネットで探してみましょう。ヒュミビーズは白いビーズ状のもので、精製水を含ませると一定の湿度を保つために湿気の放出、吸収を行うものです。小さなタッパーの蓋にいくつか穴を開け、精製水を含ませたヒュミビーズを入れて葉巻の上にいくつか置きます。そして一緒に温湿度計を置いて希望の湿度にするためにタッパーの数を調整して操作します。なければボベダと呼ばれる同じ機能を持った薬剤を入れたパックを入れてもまあ OK です。持ち運びにも便利ですが直接葉巻に触れないように扱います。こうして出来上がったイグルードールをクローゼットの中とか温度変化の少ない場所に安置しておきましょう。イグルードールのメリットは箱ごと保管できることです。木製の箱型ヒュミドールではバラしか入れられず本数もあまり入りません。これは大きなメリットです。うまいこと公式の範囲内に数字を保つことはすごく難しいことです。しかし温度や湿度は完全に厳密でなくてもいいんです。特に温度は寒暖差の激しい日本では調整はかなり難しいです。そこから外れたからといってすぐにダメになるものでもありません。葉巻は意外とタフです。そして自分で作った環境で育てた葉巻の味は唯一無二の味です。それを楽しみましょう。湿度を含んだ空気は重いので下に落ちます。
なので、ヒュミドルの中の葉巻は時々状態を見て上下をローテーションしてあげましょう。ジップロックは空気を完全に遮断するわけではないので、入れた状態でもちゃんと加湿されます。むしろ湿度がゆっくり入ってゆっくり出るので、急激な乾燥や加湿のバリアにもなります。温度と湿度が葉巻の管理に重要なことは分かっていただけたかと思いますが、実は重要な要素がもう一つあります。それは空気です。空気がなければ湿度も回らず、微生物も呼吸できません。だから真空状態は NG です。エイジングについても公式にも空気が必要だとしっかり注意されています。空気を抜いたら微生物が生きていけない、葉巻は死んでしまいます。しかし、空気は葉巻の成分も吸ってしまいます。これはしばらく使用したヒュミビーズですが、茶色くなってますよね。本来ヒュミビーズって言われるものは、色が白いんですけれども、水を含ませたら透明になってこういう風な色にはなってないはずなんです。ヒュミビーズは湿度を吸収放出するので、空気が吸い取った葉巻の成分がこのように目に見えます。空気や葉巻を生かし、奪うわけです。ではどうすればよいのでしょうか？簡単です。空気の量を考えればいいんです。空気が奪う葉巻の成分は空気の量に比例します。であるならば、ヒュミドル内部に葉巻をできるだけ隙間なく詰め込み、空気を少なくしてやれば良いわけです。葉巻内部にも空気あるわけですから、真空とは違います。空間内に隙間なくぎっちり詰めてやることにより、空気の弊害は最小限に抑えられます。わかりやすい例を挙げると、例えば底板が見えるくらいしか葉巻の入ってないヒュミドールは、葉巻が少し入っているのではなく、葉巻が少しと空気がたくさん入っていると見るわけです。台にこのようなヒュミドールがあったら、試しに入っている葉巻を吸ってみてください。必ずまずいです。空気に殺されてしまった葉巻の慣れの果てです。公式にある熟成は箱の周囲に適度に加湿された空気を循環させることで進みますというのもこれが肝です。先ほどイグルードールのメリットは箱ごと保管できることですと言いましたね。葉巻の箱の中には当然葉巻が密集しています。密集していると空気に触れる面が少なく済みます。つまり箱ごとの方が熟成には都合がいいわけです。これが簡単に理解できる方法があります。葉巻にはキャビネットと言われる板でできたスライド蓋タイプのものがあります。これにはリボンで束ねてひとまとめにした葉巻が収められていますが、この束の外側と中央の部分の葉巻は明らかに風味が異なります。外側は空気に触れる葉巻、中央は空気に触れていない葉巻。吸い比べてみると葉巻に及ぼす空気の作用がよくわかります。空気の循環については葉巻を取り出す際の開け閉めで事足ります。なのでヒュミドールを開けっぱなしにしないようにしましょう。そもそも乾燥してしまいます。ワインセラーも温度と湿度が設定できるものであれば加湿庫と同じように利用できます。湿度が設定できないものであれば調湿器を入れて湿度を操作しましょう。ボトルが入る大きさなので箱ごと入れられるメリットもあります。今日も勉強がはかどりましたね。気に入ったら高評価、チャンネル登録、コメントをお待ちしております。各種 SNS でも質問を募集しておりますのでお気軽にどうぞ。